안녕하세요、心です。今回は去年の年末から始めたほくろの色素沈着の治療についての動画です。私は色素沈着の治療をしてきたんですけど、私みたいなほくろの手術で色素沈着になってしまった方のために、これまで受けてきた手術をまとめてどれが一番効果があったかっていうのと、あと正しい手順を整理してお届けしようと思います。肌治療を全部お休みしてほくろだけにフォーカスした治療をずっと受けてきたので、よかったら参考にしてみてください。で、この治療のために去年の年末からお世話になってるクリニックさんがあるんですけど、ソウルの高速ターミナルにあるザ・ウェルネスクリニックさんっていうクリニックさんで、女性の代表院長先生で、こういうほくろを取った後の色素沈着とかシミとかの治療も得意とされるクリニックさんです。今回3回治療を受けさせていただいたんですけど、皆さんが一番気になる結果からお見せしようと思います。まずは写真で詳しくお見せします。左側が手術を受ける前で、右側が3回目の手術から2ヶ月後です。自分で見てもびっくりするぐらい薄くなってて本当に嬉しいです。一つ一つ色素の種類が違うので、先生に見てもらいながらいろんなレーザーを当てていただきました。こんな感じでかなり改善されたんじゃないかなと私は思うんですけど、やっぱりお化粧をする時に感じるのが、ファンデーションを塗るだけで消えるシミになったっていうのが一番大きくって、もう毎日毎日コンシーラーを重ねて消してたので、本当に楽になりました。まだちょっと濃いところは残ってるんですけど、これでめちゃめちゃ改善できたので、ちょっと治療を続けていこうかなと思ってます。では、初めて見る方もいらっしゃるかなと思うので、私がこの3回の手術で行ってきたものをまとめてお届けしようと思います。どうぞ。高速ターミナルの地下街を端まで歩くと G の14番出口って出てくるんですけど、そこを出てすぐにある建物の中に入ってるザ・ウェルネスクリニックさんです。 SNS を見る限り日本人のお客さんが多いような感じはしたんですけど、実際行ってみると韓国人のお客さんがひっきりなしに入ってくる人気なクリニックさんでした。リポットレーザー自体は全然痛くなくて、麻酔とかも特になく手術が始まったんですけど、ほくろのレーザーよりも痛くなかったような感じがします。少し厚さは感じたんですけど、意外となかなか深く削ってる割には痛くはなかったですね。炭酸ガスレーザーのほくろ取りってかなり深く削るじゃないですか。あそこまでは削らなかったんですけど、結構血は出るぐらいには削れてたので、なかなか深く当たってるとは思います。最後にこれ面白いんですけど、リポットレーザーを打ったところに再生注射をやっていきます。これもそんなに痛くなかったです。続いて XLV レーザーをシミと小鼻の赤みに打ってもらいました。これは普段受けてるトーニングとあんまり変わらない痛さで、若干チリチリするかなぐらいの痛さでした。最後にキュアジェットです。今打ってるのが毛穴モードで、ジュベルックをこんな感じで毛穴一個一個に入れていくっていう手術になります。実際に針を刺してるんじゃなくて風圧で入れていくんですけど、スキンブースターの手打ちよりもこうやって機械の風圧で入れていくので、めちゃめちゃ細かく打てるんですね。エンボスとかを作るんじゃなくて毛穴全体に入れていくっていう感じでした。そしてトーニングモードです。これは毛穴モードより痛くないはずなんですけど、毛穴モードが痛すぎてこれも痛く感じました。そしてどんどん顔が血だらけになっていきます。ただこの手術ダウンタイムが結構ひどい分、毛穴に直接ジュベルックを打ち込むことができるので、すごい肌質改善を期待できると思います。顔がかさぶただらけになるんですけど、そのかさぶたが取れてからめちゃめちゃ肌の調子が良くなりました。さあ手術が終わってテープなどを貼ってもらって出てきました。手術直後はかなりグロテスクな感じになるので、マスクと帽子は必須です。これは次の日の朝顔を洗った直後です。少し赤みが落ち着いたとは思います。でもすごい状態になってます。2回目の手術は XLV とアビオメアグっていうレーザーが一つになった色素のパッケージを受けたんですけど、完全にほくろ取りのした感じの長めのダウンタイムがあったんですけど、私の想像してたほくろ除去の手術ってかなり掘るっ
っていうか、ほくろの芯まで取らないといけないので結構深く削るイメージがあったんですけど、今回の手術は色素沈着の治療だからかな、そんなに深くなくて傷跡はすぐ治りました。でも結構赤みこんな感じで、今3回目の手術が終わったんですけど、赤いほくろみたいな感じになってしまって、この状態になってから皮膚をまた再生させて新しい皮膚を作ってシミが薄くなっていくので、綺麗に消えるまではかなり時間がかかります。それに適した手術があるっていうのをカウンセリングの時に聞いて、じゃあ3回目はそれを受けようっていうことで今回行ってきました。では3回目の映像をどうぞ。中が乾燥してるから赤くなってる部分もあると思うんですね。ジュベルックとリジュランって一緒にできるもの？全然一緒にしたらもっといいですよ。本当ですか？リジュランはインナードライに良くて、ジュベルックは表の毛穴とかがつるんとされるやつなので、表と中が全部に栄養を与えることになるからすごいいいです。手打ちやとかさぶたとかができたり、ダウンタイムが長かったりするんですけど、キュアジェットは風圧で入れるのでダウンタイムも短いし、痛みも手打ちより少ないので、私は受けるんだったら断然キュアジェットで受けたいなと思います。ずっと打ってると痛くはなるんですけど、ポテンツァとかの痛みを耐えられる方だったら全然大丈夫だと思います。そしてポテンツァみたいに針が何本かついたダーマシャインプロっていう機械で水光注射とリジュランを入れていきます。機械打ちはこうやって一気に入れられるのがいいですよね。手術直後はこんな感じで痛々しい見た目にはなるんですけど、でも3日4日したらつるんとはしてたので、ダウンタイムはそんなに長くなかったです。途中で私がカメラをなくしてしまったので2回目の手術内容がお届けできなかったんですけど、口頭でちょっとまとめさせていただきます。まず1回目の手術は去年の12月に受けました。でその時伺ったのが初めてだったんですけど、予約の時にほくろ取りの色素沈着が気になってますっていう風にご相談させていただいたところ、リポットレーザーをおすすめしてくださったので、1回目はリポットレーザーをメインに受けに行きました。色素沈着とシミがたくさんあったので、どれにリポットレーザーが適用するのかっていうのを代表院長先生に直接肌を見ていただいてマーキングして一つ一つ打っていただきました。リポットレーザーでめっちゃ綺麗に消えたシミとあまり効果がなかったシミがあったので、その後の治療でまたそれも改善していきました。でリポットレーザーが適用じゃなかったところに XLV っていうシミ取りのレーザーを当ててもらって、毛穴も気になるっていうことだったので、キュアジェットトーニングモードと毛穴モードで受けてます。でこれ1回目の動画でもお話ししたんですけど、このキュアジェットがめっちゃ良くって、私毛穴も結構小鼻がひどいタイプなんですけど、こういう開き毛穴で悩んでる方、ぜひキュアジェットの毛穴モードっておっしゃってたんですけど、コンタクトモードっていうモードがあって、それでぜひ受けてください。キュアジェットっていうのが風圧でスキンブースターを肌に入れていくっていう機械になるんですけど、注射みたいに針がないのでダウンタイムがめちゃめちゃ短いんですよ。だけどちゃんと効果が感じられたので、スキンブースターを入れる手段としてお気に入りの手術になりました。で1回目はリポットレーザーがメインだったので、しっかり残ってるほくろは除去できなかったので、それを2回目に除去しに行きました。2回目は1月の末に受けてます。この時も前回と同様に薄いシミに XLV っていうレーザーを受けてて、濃いシミとかあと濃く残ってるほくろにエルビウムヤグっていうレーザーを受けました。このエルビウムヤグっていうレーザーがほくろ除去によく使われるレーザーなんですけど、深く掘るタイプのクリニックさんは炭酸ガスレーザーとエルビウムヤグっていうレーザーを使ってると思います。で私が今まで受けてたあまり深く掘らない、表面をちょっとずつ削って薄くしていくっていうタイプのピコレーザーっていうレーザーがあるんですけど、私的にはかなり深く掘って取るタイプのレーザーだとダウンタイムが結構長いので、それこそ色素沈着になるものだと思っててピコレーザーをずっと受けてたんですけど、逆でピコレーザーは3回
回以上受けるとそれ以上薄くならなければもうどんどん色素沈着をしていってしまう手術なんですよ。私はそれを知らずに10回以上受けてしまってかなり濃い色素沈着ができてたんですけど、この炭酸ガスとエルビウムヤグっていうレーザーはほくろの根元を狙ってしっかり掘るタイプのレーザーなので、ダウンタイムはちょっと長いんですけど結構しっかりほくろを取れる手術になってます。で、今回初めてエルビウムヤグを2回目に受けてきたんですけど、その時に完全にほくろ取りのダウンタイムの状態になって、そんなにめっちゃ深くは掘ってないんですけどずっとパッチを貼っていないといけない状態になりました。ダウンタイムが終わるのはそんなに深く掘ってなかったのであんまり長くは感じなかったんですけど、そのテープが取れてからのほくろの治療後の赤みがすごい気になってて、それが2ヶ月3ヶ月ぐらいしても消えなかったんですよ。で、赤みが引くのは知ってたのでそんなに心配はしてなかったんですけど、ちょっと長いなと思ってて、それをウェルネスクリニックさんに相談したところ、じゃあスキンブースターを入れて肌の状態を良くしましょうっていうことで、3回目の治療は5月の頭ぐらいにまたキュアジェットを受けに行きました。この時はキュアジェットのトーニングモードと、あとダーマシャインプロっていうポテンツァみたいな針のついた機械で水光注射とリジュランも受けてます。このジュベルックとリジュランのダブル打ちをしたおかげか、肌がもうすっごいツヤッツヤの状態になって、打ってすぐではなかったんですけど今の状態になりました。そんな感じで3回の手術が終わって約半年ぐらいかけて治療しました。私が受けてたのはほくろ取りの後の色素沈着の治療だったので結構長い時間かかってしまったんですけど、もし私がこの色素沈着する前のほくろに1回も手術をしたことがない状態に戻れるんだったら、まずはエルビウムヤグを受けて綺麗になくならなかったらもう1回受けると思います。で、完全に薄くなったタイミングでまだ気になるなっていうんだったらリポットか XLV を続けてやるかなと思います。これが本当に正解かはわからないんですけど、もし全部ほくろの状態に戻るんだったらそうやって手術を受けるかなという感じです今回の治療で学んだのは、やっぱりほくろ取りって皮膚を削る手術になるので、途中で栄養を与えることってめっちゃ大事だなと思いました。もちろん再生クリームとか塗るのも大事なんですけど、ぜひ皆さんスキンブースターを途中でてか間に打ってみてください。もしピコをたくさん受けてしまって色素沈着になってしまったっていう方は、ぜひウェルネスクリニックさんに行ってリポットレーザーが適用なのか、エルビウムヤグが適用なのか、それとも XLV が適用なのかっていうのを実際に見ていただいて先生に判断してもらうのがいいかなと思います。はい、という感じで長期にわたる私のほくろ取りの後の色素沈着の治療についての動画でした。私はまだこの辺の濃いく残ってるほくろが気になるので、もう少しだけ頑張って治療を続けようと思います。ではどうか皆さんも肌が綺麗になりますように。以上、ほくろ治療の経過報告でした。また次の Vlog でお会いしましょう。アンニョン。